皆様こんにちは。シトラスハンドメイドのサラです。チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回はこちらのかわいいいちごのスクエアを編んでいきたいと思います。はい、とってもかわいいです。で、今回糸は3色使いました。このベースのカラーといちごの部分とヘタの部分。3色。あとは、閉じ針、ハサミ、かぎ針ですね。こちらを使って編んでいきます。で、この2種類、同じ糸の種類なんですけれども、かぎ針が違うだけでこれだけ大きさが変わってきます。今回こちら編むんですけれども、5号針で編むとこんな感じです。で、1個下げて4号針で編んだものがこちらです。はい。なのでね、かぎ針のこの号数でも大きさ変わってくるので、ぜひね、お好みの糸と、あとそれに合ったね、かぎ針、お好みでね、選んでみてくださいね。それでは編んでいきます。まずは、ベースの方の糸を準備して、この中心から編んでいきます。糸端を持って指にくるくるくると3回巻きつけたら、針は糸の下を通って左の糸を引っ張ってきます。そして1回かけて編みます。そしたら指から糸を外すと二重の輪っかができているので、ここの中に編み入れていきます。まずは針を輪の中を通して糸を引っ張ってきて、この今かかっている2本を編みます。そして1回鎖編み。ここから7回長編みを編み入れていきます。かけて輪の中を通して糸を引っ張ってきて2本ずつ編みます。はい、これで長編み1回ですね。あと6回。1、2、3、4、5、6。はい、そうすると、一番最初のも1と数えると、1、2、3、4、5、6、7、8回長編みが編めたことになります。で、まずは先にこの輪っかを縮めていきます。糸端を少し引っ張ると、この縮む方の糸があるので、この根元を引っ張ると輪が縮んでいきます。で、糸端をぎゅーっと引っ張ると、この輪が縮みました。そしたら今編んできたこの輪っかに針を戻して、これを最初とつなげていきます。はい、後ろから目を数えると、1、2、3、4、5、6、7目目。ここに針を入れていきます。前から見ると、最初のこう立ち上がりみたいなのがここにあって長編みがあります。ここですね。こんな感じで V をすくってこうですね。はい。そしてこのまま引き抜きます。糸をかけて引き抜く。そうすると1周8目の円ができました。ここから2周目編んでいきます。2周目はこの長編みと長編みの間に全て編み入れていきたいと思います。はい。なのでまず最初はですね、今引き抜いてきたところがここです。この下、こう広げるとここですね。ここのスペースに編んでいきます。まずは針を入れて糸を引っ張ってきて、この2本を編みます。そして1回鎖編み。今と同じところに2回長編みを編み入れます。かけて、この間ですね。ここに針を入れて、長編み。もう1回かけて、ここに針を入れて、長編み。そうすると一番最初のも長編み1と数えると1、2、3個長編み編めました。
そしたら隣のスペースに移動します。隣もこの長編みと長編みの間、ここに長編み3回編み入れていきます。かけて、このスペースに針を入れて長編み、あと2回かけて長編みかけて長編み、はい、隣の目も3回長編みが入りました。こんな感じで一周この長編みと長編みの間に長編みを3回ずつ入れて編んでいきます。1、2、3。隣もこのスペースに1、2、3。ここが最後のスペースです。かけて長編みを1、2、3。はい、3回ずつこのスペースに長編みが編めたので、ここで糸をカットします。糸をカットしてピーッと引っ張ってとじ針に糸をセットしたら、これを最初とつなげていきます。後ろからこの目から数えると23目目のところです。前から見るとこの最初のここが立ち上がりですね。でここが長編み、この間ですね、ここの部位、はい、ここに針を入れて、前から後ろに針を入れたら、今ここから出てきています。糸の出てきているところに針を戻して、こうすると1目できて、1周24目の円が出来上がりました。この糸は後ろに糸処理していきます。最初のこの糸端も一緒にきれいにしていきます。続いてこのいちごの部分を編んでいきます。いちごの糸を準備して、まずは輪っかを作ります。これはね、指で結んでも大丈夫です。こんな感じで輪っかができたら、今作ったこの円ですね、糸処理が終わったところです。このどの目でも大丈夫です。こっちが表で、裏側のところに、この糸端をピッと押さえて、で輪っかに針を入れて、こんな感じでね、後ろで押さえてます。でここから1回糸をかけて、この目ですね、どこの目でもいいので目に針を入れて糸を引っ張ってきます。で1回かけて2本編む、1回かけて2本編みます。そしたら、あと2回同じ目に長編みを編み入れていきます。かけて同じところに針を入れて、これ糸端も一緒に編みくるめるといいですね。糸端を針の上に乗っけて長編み、もう一回同じ目にかけて長編み、そしたら2回鎖編みを編みます。1、2、そして目を2つスキップした隣、1、2、3目目、ここに長編みを4回編み入れます。1、2、同じ目です。3、4、はい、1目に4つ長編みが編めました。そしたら2回鎖編みを編んで、また2つ目をスキップした隣、1、2、3目目、ここに同じく4回長編みを編み入れていきます。
長編みを1、2、3、4。はい、この繰り返しになります。また、2回鎖編みを編んで、2つ目を飛ばした隣、1、2、3目目、ここに長編みを4回編み入れます。1、2、3、4。そしたら2回鎖編み。ずっとこの繰り返しで1周ぐるっと編んでいきます。1、2、2つ飛ばした3つ目ですね。ここに長編みを4回。1、2、3、4。そして鎖編みを2回。ここが最後の目ですね。1、2、3つ目。はい、鎖編み今2目編めたところなので、長編みを1、2、3、4。そしたら2回鎖編みを編んで、最初のところが、立ち上がりと長編み2つなので、1回だけ長編みを入れておしまいにします。最初のこの目に針を入れて長編み。はい、これで1周完成しました。この途中からね、始めた方が目がこう綺麗にね、最後ここ長編みがかぶさって綺麗になるのでいいかなと思います。はい、ここで糸をカットして、これをピーッと引っ張ります。そしてとじ針に糸をセットしたら、最初の立ち上がりがこれで長編みと入っています。この長編みと最初の立ち上がりの間、ここに前から後ろに針を入れて、で今糸が出てきているところ、ここから出てきているので、ここに戻していきます。はい、そうするとね、綺麗に形が整って、この糸は後ろに糸処理していきます。続いて、このヘタの部分、グリーンの部分を編んでいきます。まずはヘタになる糸を準備して輪を作ります。そして今編んできたこの円の、どこでもいいんですけれども、このですね、長編みが1、2、3、4つまとまっていますね。この一番右の長編みのトップ、ここに最初編み入れていきます。なのでこのトップの後ろのあたりに糸を固定して、糸端を押さえて輪に針を入れて、でここから1回かけて、この右のトップのところに針を入れて糸を引っ張ってきます。ここからかけて隣の目のトップに針を入れて糸を引っ張ってきます。もう一回かけて隣の目に針を入れて糸を引っ張ってきます。かけて隣の目、針を入れて糸を引っ張ってきます。こうすると全部の4つの長編みのトップに糸が入りました。はい。そして今かかっているのは2、4、6、8、9本の糸がかかっています。これをまとめて編んでいきます。糸をかけて全部を編みます。はい。そしたらここから5回鎖編みを編みます。1、2、3、4、5回鎖編みが編めました。そしたらこの繰り返しになります。隣のこの4つの長編みの一番右のトップ、ここに
一回糸をかけて、針を入れて糸を引っ張ってきます。もう一回糸をかけて針を入れて糸を引っ張ってきます。かけて隣の目、糸を引っ張ってきて、かけて隣の目も糸を引っ張ってくると、4つ全部の目、糸が編めました。で、今針にかかっているのが2、4、6、8、9本の糸。これを全部まとめて編みます。はい、そしたらここから5回鎖編み。1、2、3、4、5。この繰り返しで全部のこのまとまりにヘタをつけていきます。まずは糸をかけて右端のこのトップに針を入れて糸を引っ張ってきます。かけて隣の目も糸を引っ張ってきます。かけて隣の目も糸を引っ張ってきて、かけて隣の目も糸を引っ張っていきます。針には9本の糸がかかっていて、これを全部まとめて編みます。鎖編みを1、2、3、4、5。これが最後のいちごです。かけて、引っ張って、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 この9本をまとめて編みます。そしたら5回鎖編み。2、3、4、5回。はい。そしたらこれを一番最初のこの広いスペースですね。もうここに針を入れて引き抜き編みします。はい、こんな感じでね、つながりました。そしたらここで糸をカットしてこのままピーッと引っ張ります。はい。そしてこの糸は見えないところに隠していきます。続いてこの外のスクエアの部分を編んでいきます。なのでね、この中心で一番最初に使った糸を準備して、まずは輪っかを作ります。はい、そしたら今編んできたこのいちごのこの横ラインとこのヘタの横ラインですね。これ両方をすくって編んでいきます。この広いスペースに編み入れる感じですね。はい。そしたらまずは今作った輪っかに針を入れて、この糸端をこの後ろのあたりでピッと押さえておきます。はい。そして一回糸をかけて、この広いスペースに針を入れて糸を引っ張ってきてかけて2本編みます。もう一回かけて2本編む。そしたら1回長編みを同じスペースに編み入れます。そして2回鎖編み。で、また同じスペースに今度3回長編みを編み入れます。1、2、3。そしたら、鎖編みを1回編んで、この隣の広いスペースに移ります。ここはですね、中長編みを3回編みます。かけて、中長編みなので引っ張ってきたら、この3本を編みます。かけて、同じスペースに中長編み。もう1回かけて、中長編み。はい、そしたら3回中長編みが編めました。そして1回鎖編みを編んで、また隣のスペースに移動します。ここはまず3回長編みを編んで、1、2、3。そ
して2回鎖編みを編んで、そして3回鎖編みを同じスペースに編み入れていきます。1、2、3、はい、それとここが角になります。こんな感じでね。ここが最初の角で、これ2番目の角ですね。そしたら1回鎖編みを挟んで隣のこの広いスペースに移動します。ここは中長編み3回編みます。かけて中長編みを1、2、3、はい、そしたら1回鎖編みを編んで隣のスペースです。ここは角になります。なので長編みを3回、1、2、3、そして鎖編みを2回、また長編みを3回同じスペースに編みます。はい、ここで角ができました。そしたらまた1回鎖編みを挟んで隣のスペース、中長編み3回です。1、2、3。そして1回鎖編みを挟んでまた角になります。かけて長編み3回。1、2、3。そして鎖編みを2回。で、長編みを3回。1、2、3。角ができました。そしたら1回鎖編みを挟んで隣のスペースです。中長編み3回。1、2、3。そして1回鎖編みを挟んで最初のスペースになります。最初に、ここですね。ここには長編みを1回編んで、最初とつなげていきます。最初はですね、ここが立ち上がったとこです。ここが長編み。で、ここ角になっている。この長編みのトップ、立ち上がりと長編みの間、ここに針を入れて引き抜きます。はい、そうするとこんな感じでね、スクエアになっています。もう一周編んでいきます。まずはこの角のスペース、ここに針を入れて糸を引き抜きます。はい、ここからまずは同じところに針を入れて糸を引っ張ってきて、この2本を編みます。そして1回鎖編み。そしたら同じスペースに長編みを1回編み入れます。そして2回鎖編みを編んで同じスペースに3回長編みを編みます。1、2、3。ここに角ができました。はい、そしたら1回鎖編みを挟んで隣のスペースですね。ちょうどこのヘタの上のこのスペースです。ここに長編みを3回編み入れます。1、2、3。そしたら1回鎖編みを挟んで隣のいちごのヘタのここですね。この部分にまた長編みを3回編み入れます。1、2、3。そして1回鎖編みを挟んで、次が角になります。角は3回長編みを編んで、2回鎖編みを編んで、また
3回長編みを編みます。1、2、3。はい、これで角が編めました。そしたら1回鎖編みを挟んで隣に移動します。隣はこのいちごの上ですね。ここに長編みを3回。1、2、3。そして1回鎖編みを挟んで隣のスペースです。ここも長編み3回。1、2、3。そしたら角です。1回鎖編みを挟んでから角は長編み3回。1、2、3。そして鎖編みを2回編んで長編みを3回編みます。2、3。そしたら1回鎖編みを挟んで隣のスペースです。長編み3回。2、3。はい。また鎖編みを1回挟んで隣のスペース長編み3回。1、2、3。そしたら1回鎖編みを挟んで隣の角になります。長編みを3回。そして鎖編みを2回。長編みを3回。はい、角が編めました。そしたら鎖編みを挟んで隣のスペースです。長編み3回。1、2、3。鎖編みを挟んで隣のスペース。長編み3回。1、2、3。そして1回鎖編みを挟んで最初のスペースになります。最初は立ち上がりと長編みがもう入っているので、1回長編みを編んで、これを最初とつなげていきます。ここで先に糸をカットして、でこの輪っかをそのままピーッと引っ張って、とじ針にセットしたら、立ち上がりがここですね。立ち上がりと長編みがここが角になってます。その長編みのこのトップ、ここですね。はい、立ち上がりと長編みの間みたいな感じですかね。こうなっていて、長編みのここに針を入れて、で、今出ているところに針を戻していきます。はい、そうするとこんな感じでね、目が一つできて、はい、これで完成です。この残りの糸は後ろの見えない宝に隠していきます。はい、完成しました。こんな感じでね、可愛く仕上がりました。皆様編めたでしょうか？今回横を数えたら、目ですね、17目ありました。17の正方形のスクエアです。はい、大きさはですね、私はだいたい9センチぐらいになりました。糸はこの5号針でちょうどいいかなみたいな糸を使ったので、これまた針とかね、糸が違うと大きさ変わってくるので、ぜひね、いろんな糸で試して編んでみてくださいね。はい、それでは今回もここまでご覧いただきありがとうございます。もしよかったらグッドボタン、そしてチャンネル登録もお待ちしております。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。